はい、皆さんこんにちは。本日ご紹介しますのはこちらに並んでおりますブラックダイヤモンドのレインウェアですね。レインシェルのシリーズ、今回は2種類ご紹介していきたいと思います。まずご紹介していきますのはこちらメンズストームラインストレッチレインシェル、こちらご紹介していきたいと思います。はい、スペックからご紹介していきますと、まず素材が BD ドライの 2.5 レイヤー採用となってます。ブラックダイヤモンド独自の防水糖質性素材 BD ドライを 2.5 レイヤーで使用をしています。そして 2way ストレッチ油分とあります。かなりストレッチ性の効いた素材ということになりますね。こちらも後ほど見ていきたいと思います。表地は DWR の撥水加工施されておりまして、シェルは 100% のナイロン製ですね。フィッティングですけどもレギュラーフィットとなっております。タイトめではなくよりちょっとゆったりめ緩めのフィッティングになってますね。重量はですね 320g、非常に軽量になっていると思います。サイズの展開は XS から XL サイズ、生産国はベトナム製となっています。はい、続けて本体を見ていきますけども、非常に動きやすく耐久性に富んだストレッチシェルファブリックとなっております。先ほどもご紹介した通り 2way ストレッチですね。見た目はですね結構ナイロン感あるんですけど、触ってみた時点でしなやかなの分かりますし、引っ張るとやっぱりかなり縦横とも伸縮があります。一見ですねソフトシェル的なものに見えますけども、それでいてしっかりレインシェルのプロテクション能力があるのが一番の特徴ですかね。ブラックダイヤモンドシェル系はですねこのストレッチに結構重きを置いておりまして、こういった夏用のレインウェアから冬用のシェルまでストレッチというものに重点を置いたモデルというのが非常に多いですね。力を入れている部分でもあります。このブラックダイヤモンド独自の BD ドライという防水糖質性素材になってます。耐水圧1万ミリに糖質性1万ミリとなっておりまして、数値もしっかりと公表されていて、アウトドア用のレインウェアとしてしっかりと十分な数値を持っていることが分かります。ストレッチ性があって着心地がいいからといって決してやわな仕様なわけではなく、しっかりと天候の急変に対応するプロテクション能力も発揮してくれるという特徴を持っています。はい、レギュラーフィットということでレイヤリングしやすいように比較的ゆったりめのカッティングになってます。体の線にぴったりとしすぎない、重ね着ですね。登山やアウトドアでは必須のレイヤリングに対して対応できるように、一番上に着る想定ですね、着込めるようなゆったりめのカッティングとなっています。そして、クライミングだったり登山でのシーンでこの腕をですね、上げる動作、クライミングなんか特にそうですけども、そちらを妨げないように、特にこの脇下のところですね、しっかりとゆとりのあるデザインになっております。横幅もありますし、しっかりと生地が取られている。この腕の動きがねやはりタイトすぎると動きの妨げになりますけども、そういったところもしっかりと考えたデザインになっています。はい、今ほどこの脇下の紹介でも若干出てましたけども、こちらですね、脇下にジッパー式のベンチレーションがあります。最近はですねついているモデルも少なくなってきた、省かれることも多くなってきた機能ですけども、こちらはしっかりと搭載されています。ジッパー部分にも DWR で撥水加工かかっておりますので、雨の時もここからどんどん雨水が浸水してくるという心配もないです。開閉部分はですねそこまで他のメーカーのものと比べると、極端に大きいわけではないですね。どっちかというとコンパクトめな開口部になってますけども、しっかりと運動量の多い活動中の汗蒸れを発散していったり体温の調節が可能になっています。やっぱりこれのあるなしだと、そういったシーンでの使いどころに差が出てくるかなと思います。ジッパースライダーの動きも結構軽いですね。開け閉めは簡単かなと思います。ダブルではなくシングルのジッパーですね。はい、ハンドポケットですけども、この腕をですね自然に下ろした位置に2箇所配置されている、この腕の位置との親和性というものをかなり考えてデザインされた位置だそうです。そして表にはですねかなり長めのフラップがついていて、
その中に脇下のベンチレーションと同じタイプのジッパーですね。裏地などは貼っていない、生地のナイロンのむき出しの基質になってますけども、しっかりジッパーがあることによって物の収納にはですねかなり便利なポケットとなっています。フラップもかなり大きいので、悪天候の時の吹き込みの水の染み込みもしっかりと防げるような仕様になっていると思います。はい、でこの着用した時に右側になるハンドポケットの中にはこのようにですね反対側の持ち手というものがありまして、こちらにどんどんと本体を収納してパッカブルにすることができます。こういった感じでループもですねついてますね。スタッフバッグ等は付属してませんけども、こういった感じでパッカブルにできるということで傾向性もかなり高いですね。レインウェアのタイプでこういった本体にパッカブル収納ができるっていうのは結構珍しいかもしれないですね。どっちかというともっとコンパクトなウィンドシェルのようなものの特徴でもあるので、これが実現可能なぐらい、かなりコンパクトなサイズにも収まる、そういう傾向性の高さも売りになっていると思います。裾のバンジーコードのクロージャーはこちらも向かって右側に1箇所ですね。ワンタッチで簡単に調整ができます。フロントジッパーはですね止水ジッパー YKK のリバースコイル止水フロントジッパーとなっています。止水ジッパーながら開け心地も結構滑らかで使いやすそうですね。どうしてもやっぱりフロントのジッパーからの風の侵入というものが心配ですけども、こちらをしっかりと防止してくれる止水ジッパーになってます。裏地はですねレインウェアになりますので、もちろんフルシームテープ処理済みとなっています。すべて縫い目はシーム済みですね。そしてこちらですね今かなり近づいた状態ですね。ここまで近づくと分かるんですけども、この防水メンブレンの裏地にはすごいちっちゃいこの凸凹の処理がですね施されています。これこの BD ドライに限らず 2.5 レイヤーのレインウェアの特徴的な仕様でもあると思うんですけども、防水メンブレンの裏地自体がですね裏側に出ているとどうしても体に張り付くペタペタするような質感があるので、それを防ぐためにこういった凸凹の処理がされています。これによって結露だったり汗蒸れの時の本体の体の生地への張り付きというものを防いでくれる、そういった仕様がしっかりと施されています。袖口は非常にシンプルかつ素早く調整できます面ファスナーのタイプですね。マジックテープのタイプになっています。このくらいの調節幅がありますので、かなりタイトめに絞ることもできます。逆にですね緩めに着用することによって、レイングローブだったりの着用時にもしっかりと対応することが可能、シンプルな作りですね。フードはですねクライミング用の山岳用ヘルメットに対応したゆとりのあるシルエットになっています。ヘルメット装着していても突っ張ることがなく動きを妨げないですね。かなりこの大きめなですねひさし、ちょっとこの硬い部分がですねパッド入りの部分がありますし、フィッティングの調節もこの裏側にですね調節用のコードが入ってまして、ここをですね引っ張ることによってフィット感調節ができます。カラー展開ご紹介していきたいと思います。まずはですねご紹介で使用したこちらがレイジング C というカラーになります。かなり落ち着いたグリーン系の色合いでですねいい色ですね。続いて定番のブラックカラーになります。この胸のブラックダイヤモンドのロゴですけども、どれも光をリフレクトするような素材になってますけども、ブラックのモデルはですねちょっとグレーがかった感じになっていまして、しっかりとコントラストでですねはっきりと視認できるようになってますね。続いてインディゴですね。ち
ちょっとネイビーっぽい感じの暗めなブルーのカラーリングになります。はい、最後はですねカーマインですね。ちょっとこれは光の当たりの具合でかなりきつめの色に見えてますけども、実際はですね赤にちょっとオレンジが入ったようなカラーになってます。今シーズンはこの他にキングフィッシャー、先ほどのインディゴよりもちょっと薄め、水色に近いようなブルーのカラーリング、そしてレッドロック、こちらもカーマインとちょっと似たような感じの赤系のカラー、こちらを含めまして6色の展開になってます。はい、実際に着用してみました。身長173センチの体重55キロで S サイズをですね着用しております。やはりレギュラーフィットということで全体的に、特に緩めというよりかは長さを感じますね。裾もテールはですねしっかりとお尻が隠れるぐらいの長さで、腕の方もですね、今このベルクロで調整しないとこのぐらいのですね長さまでくるぐらい、こんな感じで若干余裕のあるデザインになってます。この余裕のおかげでこう腕を上まで上げたとしても全然この袖口がずり落ちてくることはないですね。身幅はですね、そんなにゆったりというわけではないですかね。今中はシャツ1枚しか着てないですけども、これにフリース1枚もしくは、ダウンベストダウン系のインナーを1枚着て、割とちょうどいいくらいの厚さなのかなと思います。緩すぎることはないって感じですね。ポケットもやっぱりこの胴の長さ自体が結構長めになってるので、入れた時に非常に自然な位置というのはかなりありますね。こうした状態でこう、特に今背中の部分なんかがですねかなり伸びを感じるポイントではありますね。全然妨げにならないですね。やっぱりしなやかで薄手で、このカラーリングの発色もいいですね。自然に馴染む色でもありますし合わせやすい色ですね。サイドのベンチレーションですけれども、開閉はかなり楽ですね。そこまでベンチレーション自体が広くないので、開く範囲も狭いですし、何よりやっぱジッパーのスライダーが軽いです。かなり開けやすい。こんな感じで閉めるのも簡単ですね。結構モデルによってはこの戻す動作、ちょっと着ながらだと戻すの難しいなってものもあるんですけど、かなり簡単ですね。開けて閉める。この開閉のしやすさに関しては最近の着たレインウェアの中で一番かもしれないです。はい、ヘルメット対応のフードということで、こちらブラックダイヤモンドの山岳用ヘルメットも着用してみたいと思います。はい、ヘルメット着用していきましたけれども、やはりこのヘルメットの着用のシーンでこの本体のストレッチ生地のこのストレッチの性能の進化が発揮されているような感じがしますね。やはり今ジッパー全開まで上げてますけども、通常だったらここ結構ナイロンだとピーンと張っちゃってちょっとパツパツな感じする時もあるんですけども、ある程度張ってるんですけど、その最後の部分のこの伸びをこのストレッチ部分で吸収してくれてる感じがします。だから変に窮屈に感じすぎない、これはかなりストレッチが生きてるなと思いますね。しっかりとヘルメットから頭全体を覆う感じですね。ひさしの出具合とか、あとこのジッパーを上げ切った時のこの顔の出る面積ギリギリを狙って作ってるなって感じがありますね。言っても他のメーカーだともうちょっとね口のあたりとか鼻の下あたりまで出るものをあるんですけども、これかなりタイトめですね。本当にこの目の部分と鼻までという感じで、襟の部分の高さもですねしっかりと取られています。はい、続いて
XS サイズ着用をしてみました。今回、S サイズが個人的にはぴったりのサイズかなと思って先にちょっと着てみたんですけども、今 XS サイズ着たら XS の方がもしかしたらサイズ的にはぴったりかもしれないですね。袖口のですね余りもさっきよりだいぶいいですね。そこまでダブつかないですし、長さもですねしっかりとお尻にかかるぐらいはあります。単体で着るんだったら XS サイズが良さそうですね。ただちょっと下にさらにレイヤリングを考えるってなると、ちょっと厚手のもの、あんまり厚いフリースとかダウン系のウェアとかをレイヤリングするとちょっときついかなっていう感じがしますね。あくまで春夏用と割り切ってライトに使う場合は、通常よりワンサイズ下げるくらいの感じでもいいかなと思います。はい、続いてご紹介しますのはこちらメンズハイラインストレッチシェルになります。はい、こちらもまずスペックから見ていきますと、素材がですね今度 BD ドライの3レイヤーになっています。同じくこのストレッチナイロン、ストレッチ性のある生地なんですけども、撥水の加工もですね今度こちらは GTT-DWR というですね耐久撥水加工に変わっております。スペックの方もですね先ほどよりちょっと上になってます。表地裏地ともナイロン 100% の素材は先ほどと一緒ですね。こちらもですねフィッティングはレギュラーフィット、ブラックダイヤモンドのレインシェルの場合はやはりレイヤリングとこの動きの良さですね考えてレギュラーフィットが多くなっていますけども、重量 360g は先ほどから 40g の増加ということでかなり増加幅も抑えられているということになりますね。今度サイズはですね XS がなくなりまして S サイズから XL サイズの展開になってますね。そして生産国は同じくベトナム製になります。はい、細部についても先ほどとはちょっとまた変わってくるところが何点かありますね。本体素材はですね先ほどと同じくストレッチナイロンになるので、伸びはですねこれもしっかりあります。かなり伸縮性はですね保たれているんですけども、こちらは BD ドライの3レイヤーになっています。先ほどは 2.5 レイヤーでしたけども今回は3レイヤーですね。メンブレンをですね表と裏でサンドイッチしている構造になります。この3レイヤーを実現しているというところが、かなりのポイントですね。そしてこちらもかなり大きなポイントなんですけども、性能と持続性に優れたアメリカ GTT 社製の PFC フリー DWR 耐久性撥水加工を採用をしています。先ほどのモデルはですね従来の DWR 耐久性撥水加工を採用していたんですけども、こちらはですね昨今かなり主流になってきましたこの PFC フリー、環境や人間に悪い影響を与える過フッ素化合物を不使用、フッ素不使用のですね撥水加工、こちらを採用したモデルというふうになってまして、さらにこのアメリカの GTT 社製のこの PFC フリーの DWR 加工のすごいところが、フッ素不使用だけではなくてですね水も不使用になっています。加工に水を必要としないですね。通常の DWR 加工というのはこのメンブレン自体をですね薬剤を溶かした水に漬け込んで、それをまた水で洗浄してという工程で作られているんですけども、こちらはですね熱でですねこの素材自体に加工を施すという仕組みを採用をしているので、一切水を使わないでこの加工を実現する、有害なですね汚水を発生させることもなく水の節約にもなる、そしてこの過フッ素化合物も使用していない、とにかく環境にかなり良い、最先端の技術を使った DWR 耐久性撥水加工ということになってます。それでいてですねスペックはですね落ちるどころか従来の撥水加工に対して大きく上回る撥水耐久性を持っているというふうになってますね。数値の上でもですね耐水圧2万ミリに透水性2万グラムとなってますので、先ほどよりさらにですね倍の数値上のパワーを持っているというふうになります。これでいてとにかく環境にいいというのが昨今のサスティナビリティを意識した製品作りというものがもともと考えられているというのが分かります。先ほどと同じくレギュラーフィットを採用しておりまして、こちらもクライミングそして登山での使用をメインに考えて、特にこの腕の
上げ下げに対して脇下にゆとりを持たせたデザイン、こちらは変わらないですね。脇下の部分ですね、このマチというかですね、しっかりと間の生地が裁断で取ってあるのでゆとりがかなりあります。そしてピットジッパーかなりまた長めですね。先ほどがですねこの3分の2ぐらいだとしたら胴側にですね少し長めな仕様になっています。そしてこのピットジップ自体もですね止水ジッパーに変わりました。先ほどは発生加工済みのジッパーだったのが、こちらは止水ジッパーにさらにスペックアップしてます。そしてこのフロントジッパー、先ほどフロントジッパーだけが止水ジッパーでしたけども、これに加えて今ほどご紹介したこのサイドのピットジッパー、そしてこの斜めにカッティングされたサイドのポケットのジッパー、こちらも全て YKK 製のアクアガードジッパー、止水ジッパーに変わっています。さらに追加されたこの胸にポケットがですね実はあるんですけども、こちらはですねフラップ付きの止水ではないジッパーになっています。裏地はこちらもまた先ほどと同じくフルシームテープ済みですね。全ての縫い目がシームテープで塞がれています。完全な防水となってますね。そして今回はですね3レイヤーになってますので、このメンブレンの上にこの裏地がしっかりと入ってるんですけども、この裏地がかなり肌触りいい素材になってますね。若干の起毛感みたいなのも感じるような素材でですね、非常にレイヤリングの際の滑りもよく、地肌への肌触りもかなりいい。そして結露や汗蒸れで張り付くことが全然これは多分ないでしょうね。不快感を最低限に抑えるこの裏地がついているというのがやはり3レイヤーのいいところですね。この裏地がついたからといって決して厚手なフェイスになったわけではなく、むしろ 2.5 レイヤーの時と、さほど変わらないくらいのこの薄さ、ライトウェイトな質感を維持しながらこの使用を可能にしているところがやはり大きなポイントだなと思います。はい、袖口もですね、マジックテープではあるんですけども、このですねメカニカル面のマジックテープということで、この非常に薄くてこの貼り付け部分がですね毛羽立ってないタイプですね。でこれになることによって粘着力もこれかなり高いのと、あとはこっち自体にゴミがつきづらかったり、メンテフリーな側面もあったりします。より良いこのマジックテープが使われているという袖口になります。こちらのフードもヘルメット対応のワイドで余裕のあるフードになっていまして、突っ張ることがなく広いつばの部分、そして縦のですね襟の長さもですねかなり長めになってますね。暴風悪天候へのこのプロテクションに優れたデザインですね。こちらもフィット感の調整は後頭部のこのドローコードで行います。非常にシンプルな設計ですね。はい、カラー展開ご紹介していきたいと思います。まずは紹介で使用したこちらがオクタンというカラーリングになります。こちらもオレンジがかった赤という感じですね。ちょっと画面ではかなり発色よく映ってると思うんですけども、もう若干薄手な感じのカラーリングですかね。胸ロゴはですね、先ほどがブラックダイヤモンドのこのロゴだけだったのがブランド名もですね今度は入っていますね。続いて定番のブラックになります。こちらもですねロゴはちょっとリフレクターっぽいんですけども、やっぱりさっきと比べると目立ちづらいですね。止水ジッパーですね、結構反射するんですけど、ワントーンのですねカラーリングですね。はい、そして残りのカラーリングがストームラインストレッチシェルと同じカラーリングがこのレイジングシーというカラーですね。ちょっとグリーンとブルーの間のような感じ。そしてサルファー、これはちょっとイエローに近いカラーリングですね。そしてタンドラ、これはもうちょっとカーキがかった感じのグリーン系のカラーですね。そして、ウルトラブルー、水色系の発色の良いブルーですね。はい、こちらも実際に着用してみました。身長173センチ、体重55キロで S サイズ着用をしています。先ほどのストームラインストレッチレインシェルに比べると着た感じもやっぱりよりライトウェイトな感じが強いですね。生地自体がやっぱり
さらに薄くなっているので、プロテクションという意味では若干、頼りなさを感じる部分ありますけども、やっぱりこの撥水の加工とか防水透湿性生地のですねレイヤー数がですねこちらの方が3レイヤーになってますので、スペック上はこっちの方がより高いという風になってますね。それにしてもかなり薄さが際立つ、より軽い着心地ですね。やっぱり S サイズだとこちらもちょっと、腕の部分と余り気味な感じはありますね。袖口もですねマジックテープの仕組みは変わりましたけども、フィッティングは簡単ですね。ちょっとですねただ余った生地がですね若干ここでダブつき気味な感じはありますね。ポケットの位置はストームストレッチレインシェルよりちょっと、気持ち若干高めな感じがしますね。ただこのカットが斜めにカットされているので手の出し入れは楽です。収まりは良さそうです。止水ジッパーもやっぱり最近の止水ジッパーは軽いですね。スライダーが硬すぎて開かないみたいなものはほとんどないですね。サイドのピットジッパーですけども、やはり開口部大きいですね。先ほどよりかなり大きいベンチレーション効果を発揮してくれると思います。じゃあ閉めるときはどうでしょうか。やっぱりちょっと閉めるときはこの止水ジッパーのタイプだと若干閉めるのは、大変という感じがしますね。はい、開きやすさは先ほどより劣りますけども、面積のでかさ、そしてこの止水ジッパー採用というのがポイントですね。はい、こちらもヘルメットを着用した状態でフードをかぶってみました。先ほどよりこの顔のですね出る面積はちょっと多めかもしれないですね。先ほどはもうこの鼻の下までぴったりと覆われてましたけども、若干口が出るくらいゆとりのある開口部ですね。フィット感自体はかなりいいです。しっかりと全体を包み込んでくれてます。このモデルの場合もやっぱりこの生地自体のストレッチ性というのが、ここで一番発揮されてるなと思います。やはりこの辺とか結構張ってるんですけど、それをパツパツにならないのがこのストレッチの出せる技かなと思います。やはりこの裏地のですね着心地、この肌への当たり具合というのはかなりいいです。テクニカルウェアを着てる感じがあんまりしないですね。レイヤリングもスムーズですし、やっぱ生地感があるのが幸いをしているのか、このやはり着心地自体は相当いいですね。これだったら蒸れた時にもその不快感というのを最小限に抑えてくれるんだなという感じがします。はい、今回はブラックダイヤモンドのレインウェアですね、2種類ご紹介しました。かなりコストパフォーマンスに優れた価格と、レインウェアとソフトシェルのですねいいとこ取りのようなスペックを持っているこのストームラインストレッチレインシェルと、最先端の DWR 耐久性撥水加工を使用して超薄で軽量ながら、この3レイヤーをしっかりと採用したハイラインストレッチシェル、かなりスペック的にはですね差がついている部分もありますけども、等しくブラックダイヤモンドのレインウェアはストレッチ性とこの BD ドライという独自の防水透湿性素材を使っているという部分ですね。他のメーカーにはない、魅力的な部分、個性的な部分になっていると思います。この2モデルの他にもですね何型かレインウェアのモデルあります。結構種類も豊富なので、そろそろ今シーズンも梅雨が始まりますけども、レインウェア選びの際の候補の一つとしてチェックしてみていただければなと思います。ありがとうございました。